お疲れ。今日も一日楽しかったね。何度も危ない場面はあったけど、ひとまずは家まで帰ってくれてよかったよ。いやー、君の友達ちょっと勘良すぎない？なんとなくよそよそしいとか、まるで交際初日みたいとかさ。名推理連発しすぎでしょ。見た目は子供で頭脳は大人な少年探偵さんも思わずびっくりしちゃうだろうね。冗談とはいえ、本当は付き合ってないんじゃないのって言われた時は、マジで心臓止まるかと思ったよ。はぁ、君の彼女役始めてからもう半月も経って、私もそろそろ自信ついてきた頃だったのに。もっと演技の練習しなくちゃな。応援ありがとう。慰めてくれるのは嬉しいけど、別に本気で落ち込んでるわけじゃないから、そんなに心配しなくても大丈夫だよ。終わったことにいつまでもくよくよしてても仕方ないし。それよりも、今後どうするかについて決めようよ。ほら、今日で1週間の延長オプションも終わっちゃうでしょ？どうする？また1週間期限延ばす？あ、こっちの都合とかは考えなくていいよ。DM でしつこく依頼してくる人とかはいるけど、基本的に次の依頼受けるのは、今の仕事が終わってからって伝えてあるし。何より、私自身、今日の一件でもっと完璧に君の彼女らしく振る舞えるようにならなきゃって気合入っちゃったからね。今延長決めるなら、オプション料金から2割引きくらいはサービスしよっかな。ほらほら、私の熱が冷めないうちに決めちゃった方がいいんじゃない？もうやめるって、どういうこと？何か私に対して不満があったのかな？演技が下手でお金払うのがもったいないみたいな？だとしたら今までもらった分の料金は返すし、延長についても今回は無料にするよ。お客さんに満足してもらえないのにお金だけいただくってのはこっちとしても申し訳ないからさ。いやいや、迷惑なんてしてないよ。自分で彼女役依頼しておいて全然演技する気のない人とか、体目当てで依頼してくる男たちと違って、君は真面目でものすごく協力的だもん。その上、もともと1週間の予定を追加料金払って延長までしてくれてるんだから、これくらいはサービスさせてよ。あ、ああ、うん。確かに、同棲するのも家事をするのも、本来は全部有料オプションだよ。言われてみれば、もう色々とサービスはしてたのかな。でもそれは、よりリアルな恋人感を味わえるようにって、こっちから無料で提案したことだから、君は何も気にしなくていいの。むしろ、これまでの彼女としての振る舞いについて、変なところとか嫌なところがあるなら、全部教えて。一つ一つ改善して、君の理想の彼女になれるように頑張るから。そうじゃないって、何が？は？告白？うん。うん。ああ、なるほど。そういう感じか。要するに、本物の彼女を作るのに専念したいから、もう私はお役御免ってことね。いや、いいよ、謝らなくて。好きな人ができてたのは意外だったけど、別に何か悪いことをしたわけじゃないんだから。でもそれ、勝算はあるの？例えば、もうすでに結構いい感じの関係になってるとかね。もしくは、まだあんま仲良くないけど、向こうから話しかけてきたり、遊びに誘うことがよくあるみたいな。私が一緒に暮らしてる限りでは、そういう子はいなかったような気がするんだけど。え？まだ一回しか話したことないの？ええそれじゃあほとんど一目惚れじゃん。ああ、いや、一目惚れじゃダメってわけじゃないけど、その、あんま成功する未来が見えないっていうか、時期尚早っ
ていうか、今はまだやめておいた方がいいと思うよ。ほら、君って女の子苦手でしょ？私に彼女役依頼したのも、彼女作れる自信はないけど、みんなからバカにされたくないっていうのが一番の理由だったわけだし、確か、異性を目の前にすると、緊張して声が出なくなっちゃうんじゃなかったっけ？そんな状態で、ちょっとしか面識のない相手にアタックしても、ほぼ確実に失敗しちゃうと思うよ。いや、今は話せてるじゃなくて、役とはいえ、私は君の彼女なんだから当然でしょ？これまで半月ずーっと一緒に過ごしてきて、お互いのこともよく知ってるし、そもそも依頼主と話せなかったら仕事にならないもん。でも、君が告白しようとしてる相手は、仕事とか依頼とか一切関係ない、ただの知り合いなの。わかる？私と違って、普通の子は、君がどれだけ話すのに時間がかかろうが、嫌な顔せずに待っててくれるわけじゃないし、興味深そうに君の話を聞く義務もない。彼女の私ですら、最初は君が何を伝えたいのか全く理解できなかったんだから、あの感じで告っても、絶対気味悪がられるだけだって。あ、ごめん。ちょっときつく言いすぎちゃった。違うよ。私は君の話し方を気持ち悪いと思ったことなんて一回もない。むしろ、時間をかけてでも、相手を傷つけないように言葉選びをする気配りがすごく素敵だなって思ってる。ただ、ほとんど初対面の相手からしたら、少し変に見えちゃうかもってこと。ねえ、やっぱりもうちょっと経験積んでからの方がいいんじゃないかな。私は君に悲しい思いをしてほしくないの。焦る必要はないんだし、今はまず女の子になれられるように、二人でいっぱい練習しよう。ね。はあ、そっか。どうしても告白するんだね。君の決心はよくわかったよ。それじゃあ、ごめんね。いきなりビリビリして、ちょっと痛かったかな。でも、話し合いで納得してくれなかったんだし、仕方ないよね。意識はどう？はっきりしてる？大丈夫そうね。こういう仕事してると、やばいお客さんに当たることも多くてさ。ほら、さっき言った体目当てのおっさんとかそういうの。おとなしそうなふりして、家とか個室の中に入ると、いきなり襲いかかってくる。みたいなことが何回かあって、護身用の武器を持ち歩くようにしてたんだ。仕事の内容上、警察とかにも相談できないしね。真面目で臆病な君には必要ないかなって思ってたけど、念のため持っといてよかったよ。あ、やば。喋ってばっかで拘束すんの忘れてた。えーっと、ロープっと。あった。スタンガンってドラマとかアニメの中だと使えばすぐ相手を気絶させられる道具みたいになってるけど、実際には気絶なんかしないし、せいぜい数分動けなくさせるくらいの効果しかないんだよね。だから、よいしょっと。こうやって、その数分の間に手足を縛っておかないと、すぐ君に逃げられちゃうってわけ。いい顔してるね。スタンガンと違って、このロープは君のためだけに用意したものだから。気に入ってくれると嬉しいな。君がいつ心変わりしてもいいように準備してたとはいえ、まさかこんなにうまくいくとはね。これぞ、備えあれば憂いなしってやつ？君さ、よく彼女の前で、堂々と他の女に告るとか言えるよね。
ちょっと非常識すぎるんじゃない？は？いや、違くない。役だろうが何だろうが、彼女は彼女。私は、彼氏が少しでも幸せな気持ちになれますようにって、一生懸命理想の彼女として振る舞ってたのに。その間、君はずっと他の女を見てたんだね。はぁ、ひどいなぁ。でも、もういいの。これからは本物の彼女として、私が君を一生お世話してあげるから。どれだけ怒鳴っても、そのロープはほどいてあげないよ。私が今まで出会ってきた彼氏の中で、一番優しくてピュアな人が君だった。そんな運命の人をみすみす手放すわけがないでしょ？ただ、その様子だと、君は本気で私の彼氏になる気はないみたいだし、ちょっと荒療治になっちゃうけど、今ここで、私の愛を全身にたっぷり教え込んであげる。二人の将来のためなんだから、痛くても我慢するんだよ。いっぱい愛し合って、早く本物の恋人同士になろうね。ヤンデレ彼女のメンヘラ日記。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタンを押してくれなかったら、そのロープ、一生ほどいてあげないよ。ねえ、私の声聞こえてないの？まさかとは思うけど、私のこと忘れたわけじゃないよね。ねえ、私だよ。君の彼女だよ。忘れるわけないよね。